どこまで下がるのか。ゆっくり。いいよね。エンジン聞きたいんじゃない？また別の問題発生？続きます。もう少しで終わりますね。あとは一人で多分仕上げられると思うんで、あっちゃんは他のプロジェクトでバタバタしているので、いくつかの残りの分あって、できれば今日のうちにまた下ろして久しぶりにエンジンをかけたいですね。乗りたいですね。なので、続きます。下から覗くと、本当は今回やった分は綺麗に入りましたよね。黒が綺麗です。マフラーから後ろもね、ペンキしたので、それもなかなかいい感じですね。そして、目立つのはこういうところです。いずれ、いつか時間があるときにこういうところも、下の茶色いところもいつかやりたいですね。こういう風に入りました。なかなか綺麗じゃないですか。ほら。今からアクセル、そしてマフラーハンガー、そしてこの、ブレーキの部分、そしてブレーキのブリーディングもしないといけないですね。そしてこの新しい配線もあるのでこれ入れましょう。ダットさんガレージさんのおかげで新品のホースももう1日で手に入りましたね。すぐに安でいい値段ですよ。スティーブ適線のディスカウントコードもあるのでみんなチェックしてね。これはエンドリンク、このスウェーバーにこう今からこれも入れるんで、エンドリンクの方も入りました。こちらにもそちらにもまだ、ネジを止めてボルトの方などまだ止めてないんだけど、とりあえず入ったんで少しずつ進んでます。よし、全部出来上がりましたね。ほら、アクセル戻った、エンドリンクスウェーバーの方のブッシングは OK、 ブレーキラインとりあえずそのまま古いものなんだけどこれ使ってます。このホースも新しくここに入ってます。一通りは綺麗に出来上がってきたんじゃないですか。とりあえずは素人レベルにしては悪くはないかな。特に前と比べるとケツだけでもこのサスはものすごく綺麗に上がりましたね。将来この後は下ろしてタイヤとフィールを変えて車高調整をしてみます。こちら覚えてますかね。外した時に丸くなったこのブレーキラインなんですけど、とりあえず仕方ないんで、バイスグリップでとりあえずもう、止めておきました。でこれはいずれまたね切ってこうね作り直したいんだよね。それかラインごと交換かな。でもいいんじゃないですか。かっけえ。達成感が感じますね。やっとできた。時間かかりました。簡単な DIY ではないですね。時間かかった。そして本当に一人だけだったらできなかったんで、ジャーマンオートスペシャリストのジーノさん、ダットさんガレージさん、そしてビッグブランドタイヤさん、もういろんな方に本当に大変お世話になったんで、最後に、ブレーキのブリードをすると、そしてタイヤ、ホイールどれにしようかな、ちょっと考えてるのがあるんで、どこまでかっこよく下げられるのかな。後ろも前は問題なかったんだけど、今度は後ろはどんな感じなんでしょうね。楽しみです。誰よりあっちゃんの手伝いがなかったらマジでできなかった。本当いろんな面でもう2人じゃないと、よりもたまにもうイライラしてくるとあっちゃんがいるからこそこうまたスムーズにいく部分もあったんで、感謝あっちゃんにも感謝、ジーノにも感謝、みんなに感謝。本当にもうチームワークですね。まだ終わってないけどね、あっちゃんの手がもう褒めてあげないと本人が手伝ってもらえるかわかんないけど、とりあえず、ブレーキブリードに手伝ってもらいましょう。じゃあお願いします。こぼれないようにね。ブレーキフルードがすんごいもうすぐペンキとか剥がれちゃうので、こぼさないように。こぼれても周りにタオルを。でブレーキフルードがもうほとんどもうなくなってるんで、後ろの方にとりあえずいっぱいして、でポンプしましょう。あっちゃんどうなるのか。ポンプするとちょっと覗いてみて。なくなってだんだん減ってるでしょ。減る前にまた足さないと。どんな感じ？
うん、結構なくなってる。はい、また足してください。OK。減ってる？うん、減ってる。昔これ作ったことあるんだよね。DIY で昔のシンプルグリーンのコンテナに穴を開けてホースつないでブレーキフルードをブリードするときにやっぱりこれがあった方がいいんだよね。せっかく後ろをきれいにしたからこそこの中に入れたいです。ここに10ミリのフレンチで、あっちゃんにポンプアップ、ブレーキをポンプも4、5回してもらってからそのままもう踏みながらこれ開けると、空気が、ここから抜けます。久しぶりに箱スカにタイヤを戻しちゃったんだよね。太いのは見てすんげえ太い。特にケツが上がってると本当にこれよくはまるんだよね。これにフェンダーにこれこっちも見るとすんげえ後ろから見てみよう。ところで皆さんこれ見せたことないのかな。ほらデザインラッピングした時の大変お世話になったスコット・ケプルさんはスケプルと言うんだけど、スケプルさんが作ってくれたこのポスターというかデザインですね。かっけえ。これもかっけえ。はめタイヤですね。なんて言うんだっけ、日本語だったらはめタイヤですか。かっけえ。パパはもう49年間普通のレンチを使ってきたのにこれなんで使わないのって言われた。確かにすごい楽だね。インパクトレンチがある。 OK、 車を下ろしましょう。ジャッキを下げてゆっくりだよ。 OK、 はめタイヤはどうなるんでしょうか。お、来た。ゆっくり車庫調の方でそれは問題ないです。その音がやっぱりいい感じにちょうど入るんだよね。日本の車検はちょうど通らないぐらいの感じでよかった。アメリカはそこまで厳しくないのはね、いいね。元のタイヤというかもともとこの車のために買ったタイヤとホイールですね。車庫調できるようになってどこまで下がるのか今精一杯下げてるからね。なのでゆっくり下げましょう。でも先に下ろさない上げないとね。横のジャックがあるので。2週間ぶり2週間3週間3週間ぶりだよね。ドキドキしながらどこまで下がるのかゆっくりと。はい、どうぞ。ゆっくり汗かいてる？緊張してる？ドキドキしてる？下げてもっとまだいいね。当たってるのかやべえ。すげえ。あらかっこいいんじゃないいいよね。いや走れないかもしれないけどね。これは当たってる。でもねスペーサーがなかったらどうだろうね。これはスペーサーなしの方がいいかは分かんないよね。ローリングしたら大丈夫だよ。ローリングをすればいいのか。やっぱりでもこうだよね。そうだよね。フェンダーリップがごついんでカットするかローリングするのか。今当たってるでしょ完全になのでこれはやばい。どうする好きだけど俺も好きだけどね。これはすごくいいね。前のホイール変えようかね。でそこからちょっと調整してみるかね。指2本分このぐらい両側でちょっと調整してみましたところ良くなったね。そのぐらいならやばい大丈夫あっちの方はこれはいいよ。つらい血だよね。これはすごくいいんじゃない。とりあえずはオーバーフェンダーにするまでは。でも大丈夫。これも大丈夫？当たってない？リップすごいで。リップはすごいよね。そこなんとかしなきゃ落とせないんだよね。次はリップの
ローリングカーカットだよね。箱スカのタイヤ久しぶりに戻りましたね。いいね。箱スカについてたこの2つ、ゴールド色の渡辺を黒塗って ZA っていう感じじゃないですか。もっとゴールドのホイールを今から黒にしましょう。好きなプラスチックディップ。ところで何年5、6年前に黄色にしたのはまだそのまま綺麗なんで、このやり方わかります？トランプを使ってちょっとこうオーバースプレーがないように簡単な、DIY の一つのコツですね。テープを打ってそこからこうリップのメッキのリップはそのままにしたいので、ゴールドのところだけ黒にします。いい感じじゃないですか。なかなかこれは2回塗りました。2回塗ったところはこういう感じです。もうゴールドはほとんど見えないですね。もともとこういう状態でした。はっちゃん見て、今前のホイールはね、やっぱりね、そのメッキのリップ、シルバーのリップはあまり合わなかったので、俺全部黒を塗ったんだよ。でちょっとメッキのボルト、ラグナットしかないけどこれになったんだけど、ちょっと久しぶりに車高を下ろして、まだまだ車高調整ができるんだけど、どう？かっこいいよね。エンジン聞きたいんじゃない？ OK。 もうすぐかかるぞー。どうしたの？ガソリンが入ってるフィルターに入ってるよ。あららら、あら、また別の問題発生？もしかしたら